問題 A。小なりイコール大なりからなる文字列が入力される。両側矢印になっているか判定しろ。正確には、1個の小なり、1個以上のイコール、1個の大なりをこの順に並べたものか？長さを決めたら1通りしかないから、実際に作って比べるよ。今回は長さ3はあることが保証されているが、されていなかったらイコールが本当にあるか確認する必要があるぜ。コードは説明欄にも置いたからコピペしたければどうぞ。ちなみに原案は私。問題 B。整数が入力される。10で割った結果を整数に切り上げて出力しろ。ただし入力は大きめでマイナスかもしれない。9を足してから10で割って切り捨て。回りくどいことをしているようだが、不動小数点数を挟むと精度不足で普通に失敗するぜ。これはイディオムとして覚えてしまうことを勧める。C++ とかでは負の数の割り算の挙動にも注意。問題は単純なのに話が長いね。とりあえず不動小数点数の計算は危険がいっぱいだぜ。問題 C。小文字アルファベットの文字列がある。2文字選んで入れ替える。この結果できる文字列は何通りあるか？文字列の長さは最大100万で、実際に全部試す暇は全くないぜ。絶対1回入れ替えなきゃダメ？ちょうど1回だぜ。同じのを入れ替えてもいいんだよね？そしたらもちろん何も起きなくて、違うのを選ぶと、その2箇所だけ変わるね。片方でも違うとこを変えたら、もちろん結果も違うから、こんなペアを数えればよくて、でも100万 ×100 万の20ループはアウトだから、最初に A から Z までそれぞれ何個あるか数えて、26×26 の20ループで掛け算して全部足すよ。2個以上ある文字が1種類でもあれば変更なしにできて、その時は別枠で答えに1を足すぜ。問題 D。長方形のタイルが何枚かある。この中から好きなだけ使って、指定されたサイズの長方形を作ることは可能か？回転や使い残しはありだが、重なったりはみ出たりしちゃダメ。タイルは最大7枚、目標サイズは最大 10×10 だぜ。7枚は少ないから、使う順番を全部試す感じでいくよ。とりあえず一番左上のマスに何か置かなきゃダメで、どれを置くか全部試すよ。今回は赤を回しておいたけど、他も後で全部試すからね。で、残ったマスのうち一番左上のやつにまた何か置かないと、また全部試すよ。で、残ったマスのうち一番左上のやつになんか。もういい。これをそのまま再帰関数で実装できるぜ。再帰しないなら実装によっては計算量が怪しくて、C++ とかを使う方が無難かもな。問題 E。ボールが一列に並んでいる。各ボールには色と価値がある。ここから指定された個数だけ取り除く。ただしその後同じ色のボールが2連続しちゃダメ。残ったボールの価値の合計は最大いくつにできるか？ボールは最大20万個、抜く数は最大500個だぜ。どうやっても同色が連続するならそう報告しろ。かなり複雑だし、抜く数の少なさくらいしか隙がなさそう。20万 ×500 の動的計画法っていうパターンしかないかな。動的計画法って何って人は、正直この問題はスルーしていいぜ。でも、最後に何色を残したか覚える余裕はないなぁ。と思ったけど、2色あればどっちかは絶対使えるから、3位以下の色の出番はなくて、トップ2だけ覚えればいいね。言い忘れたがメモリは1ギガまでで、DP テーブルを最後の2行だけ覚えるか1行でやる必要がある。時間も厳しくて、Python では場合分けの手抜きはできないぜ。最後の2行を覚えるのは Python だと時間の方に引っかかりそう。問題 F。向こうグラフがあり、はじめ全頂点は消灯している。辺を選び、両端点の状態を切り替えることを繰り返せる。点灯している頂点の個数を指定された値にできるか判定して、できるなら実際にやれ。グラフは最大20万頂点20万辺だぜ。連結成分同士の絡みはないから、1個だけ考えるよ。音が増えたり減ったりするのは2個単位でだから、奇数個つけるのは無理で、偶数じゃなきゃね。で、偶数なら絶対 OK？ かな？木だとしてもできるからできるね。下からつけていけば一番上以外は絶対つけられるから。連結成分が複数あってもまあ同じだぜ。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。